眼科医の平本です。今日は緑内障の方で眼圧はそれなりにいいはずなんだけど、どんどん悪くなってる気がする。または悪くなっているんで、これどうしようもないのかなって心配している人に送るお話をしたいと思います。結論から言うと、結構やりようあるんで、ちょっと今日の話は最後まで聞いていただければと思います。やっぱり緑内障って目薬してやってるのに、なんかやっぱり悪いんだよねとか、ちょっとずつ進んでるんだよねって言われることもあると思います。はたまた、医者はなんか変わらないよって言ってるけど、よくよくデータ見てみると、なんかちょっと悪くなってるように見えるんだけどっていうところもあると思います。実際医者って、ちょっとぐらい悪くなってても、あんまり言わないことがあるんですね。だんだん悪くなってんだけども、今すぐ問題はないだろうってことで、ギリギリになってから、いろいろ相談するって医者もいるので、ちょっとそこも注意していただければと思うんです。じゃあ、どういう方法で、もっと食い止めることができるのか。いろんな方法が正直言うとあるので、そこら辺をまとめながらお話ししようと思います。大きく分けて3つの方法があります。実はそれ以外にもあるんで、大きく3つをお話しして、でその後サブのお話をしていきます。大きい3つの方法。その1、角膜ヒステリシス。つまり、眼圧の正確な測定をしてみるってことですね。後で詳しく説明します。2個目が、24時間の眼圧。つまり、起きてるとき、寝ているときとか、そういうときの眼圧の測定をしてみる。3つ目が、目以外の要素を目に向けてみるっていうことになります。一個一個噛み砕いてお話しします。1個目の正確な眼圧測定ってどういうこと？ちゃんと普段生活に眼圧測定してもらってるんだけど、という方多いと思います。そして、医者のお話上、建前は、眼圧は医者のチップみたいのを目に当ててやる眼圧。あれが最も正確だということになってます。ことになってるというのはどういうことかというと、現実あれは正確ではないんです。なんだけど、昔からあれでやってるし、今までの研究論文って全部あれで作ってるから、それ一からひっくり直しちゃうと、結構大変なんですよ。だから、そこには触れないでおこうと。そんな感じになんとなくなっちゃってる空気感なんです。それは日本だけじゃなくて世界だね。っていうのがあって、現実的には眼圧って、チップであったり空気で測ったりしますけど、あれは正確ではないです。なぜ正確でないと言い切れるのか。本来の眼圧というのの目的は、目の全体にかかっている圧、特に視神経、神経にどんぐらいの圧をかけているかというのが、緑内障にとって重要なんです。にもかかわらず、じゃあ眼圧っていうのはどうやって普段測定しているかというと、目の玉にチップを当てる、または空気を当てます。そうすると、これ硬いからプラスチックで凹まないですけど、普通だったらぼよっと凹むじゃないですか。その凹み度合いを見ているわけです。例えば、こういう風に、ちょっと硬めだったらなかなか凹まないですよね。一方で、こんな感じの柔らかいものだったら、簡単に凹むわけですよね。つまり、柔らかいものは凹みやすい。硬いものは凹みにくい。っていうことを応用した測定法です。でも、ここには落とし穴があって、ペロッペロなのか、つまり中の圧力とは別個に、この外身の皮の厚さによっても変わってくるんですよ。我々のいわゆる目で言うと、角膜がどのぐらい厚いかによっても変わってくるんですよね。厚ければ眼圧って高めとか低めとかに出やすいわけですよね。一方で薄ければ低めに出やすい。厚いと基本高めだな。高めに出て、薄ければ低めに出やすいんですよ。だから、一番代表的な例で言うと、レーシック。近視などを矯正する手術を受けた人っていうのは、眼圧平気で6とか7とかになります。でも、現実の眼圧はもっと高いんですよ。じゃあ角膜を薄いかどうかを調べた方がいいんだって思いますよね。で、実際に、測定するときって角膜の厚さを測ったりします。角膜の厚さを測って薄い場合はあなたは本当の眼圧よりも低めに出てますよねって話になるんですよ。でその補正式みたいのを用いて元に戻したりするんですけど、でもそれって雑なんですよね。
なんでかっていうと、じゃあ、本来16の人が8になっちゃってましたってしましょうよ。でも、8の上下1っていうのも、またこれも倍化しちゃうわけなので、つまり誤差が倍になるわけなんですよ。だからこそ、眼圧低めに出ちゃう角膜薄めの人っていうのは、眼圧の測定値が結構信頼できなくなってくる。とりわけ、レーシックした人の後の人って、だから眼科医からは、いいですね、いいですねって言われて、ザクザク悪くなっちゃうっていう人が、正直、私の外来にも後を絶たないわけなんですよ。なので、結構角膜っていうのは、重要になってきます。ちなみに、今日の話結構長くなりますので、本当に悩んでいる人とかは見てほしいですけど、長いの嫌だっていう人の場合は、ちょっとここで止めていただいて、ちょっと項目だけ見ていただいてもいいかなっていうふうに思います。ちょっと長めに、すごく重要な話だし、あなたの人生今後に関わるので、あんまりはしょらずに、今日はちょっとお話しさせてください。で、要は角膜が薄い。これも問題。それだけじゃないんですよ。角膜自体のボヨンボヨン感といいますか、弾性って言うんですけど、弾みやすい角膜と弾みにくい角膜っていうのがありまして、それ薄さだけじゃなくて、弾みやすさっていうのも関係するんです。弾みやすさっていうのは、今のところ測定するとすると、特定の測定器具を用いないとダメっていうふうに言われています。サイクロ G6 とかね、いろいろありますけれども。そういうものを使うことによって、正確な眼圧値を出せるんじゃないか。それを角膜ヒステリシスとかって言うんですけど、そういうのを用いて、ボヨンボヨン感のことをね、チェックするっていう。つまり、角膜の薄さ、角膜ヒステリシスによって、眼圧っていうのはすごく変わってしまうっていうことがありますね。もっと他にも変わる要素があるんですよ。例えば、特にルミガンしてたりとか、あとグラナテックとかを使ってて、まぶたが硬い人っていますよね。はたまたアトピーがあったりして、まぶたが硬い人っていうのは、その硬さによって、圧力変わっちゃうんですよ。要は、眼球があるじゃないですか。そこにまぶたがこうやって押し付けてるから、なんか圧が高いようにも出てしまったりとか、逆に低いように出ちゃうこともあるみたいなんですけども、だから正確な測定値にならないっていうところがあるので、まぶたがゴツゴツしてる人とかは良くないですね。とりわけアトピーがある人とかは、かなり皮膚科の先生ときちんと連携をとって、まぶたの状態を良くするようにしておいてもらった方が助かります。私の経験上も、やっぱりアトピーがある緑内障の方っていうのは、結構苦労しやすいです。目薬の治療もうまくいきにくいし、レーザーや手術もなかなか効きづらいっていうところもあるし、手術、予診場やるときも感染症が起きやすいっていうのがあるので、皮膚科的なフォローをかなりしっかりやっておくっていうのは相当重要なんで、気をつけてください。もう1個目でこんだけ時間かかっちゃったんで申し訳ないんですけど、1個目が目の眼圧を正確に測定するっていうことですね。2個目のことは、24時間の眼圧を測定するということです。これどういうことか。つまり、あなたの眼圧は、じゃあ眼科に行った時いつも低いんですと。10ぐらい、12ぐらいって言われます。でも、あなたが眼科に行ってるのって、せいぜい朝9時、8時ぐらいから、夕方6時とか、遅くて8時とかの範囲ですよね。その範囲があなたの最大の眼圧の値なのか。もっと言うと、眼圧というのは1日の中で変動したりするんですよ。ちなみに、眼圧の変動とか日内変動とか、そういうのはまた別の動画がありますんで、ちょっとそれも見ていただければと思いますけれども、すごく、実はですね、眼圧というのは変わるもんなんですよ。朝と晩で結構違う。3、4変わっても全然おかしくないんですよ。3、4変わったら、12の人は16になるわけなんで、全然低くないですよね。これ結構重要です。じゃあ、診察の時に、最もあなたの眼圧が1日の中で高い可能性はどんぐらいかというと、3割だけなんですよ。つまり、7割の人は診察の時間外に眼圧が高いわけなので、これを調べないと話にならないよねってことなんです。その方法としては大きく分けて2つあって、トリガーフィッシュって言って、コンタクトレンズを乗せといて、24時間そのままそれでオートで眼圧を測るやつ。ただこれは、眼圧の数値とはちょっと違う数値になるので、ちょっと正確性に欠けます。もう一個が、アイケアホーム2とかって言って、ご自宅でピピピって測って、眼圧の測定をするっていうような機械があります。
どちらもメリット、デメリットがあるんですけど、一番使われるのはやっぱりアイケアホーム2の方が、使われるかなっていうふうに思いますね。正確な数字、そっちの方がね。なので。そうしてあげると、結構ですね、やっぱり寝っ転がってる時とかね、眼圧高いんですよ。私の別動画でも、寝っ転がってる時の眼圧がどんぐらい私の眼圧が高かったかっていうのを実験した動画があるので、ちょっとそれも見ていただければと思うんですけど、高いんですよ。ってことは、普通の診察の時は12、家では16、ザラにある。ってなると、私は眼圧低いんだけど緑内障進行してるんですって言ってるけど、実は全然低くないよと。ただ、その診察の時間だけ低いだけなので、もっと下げなきゃねっていうことが結構よくあります。つまり、今回の1個目、2個目、1個目の正確な眼圧を測定してみたら実は高かった。この場合も眼圧をもっと下げましょうってなりますね。本当は私10なんですけど、いやいや、その数字正確じゃないですよと。で、2個目、眼圧は10なんですよ。12なんですよ。って言っても、それって診察に来た時だけですね。夜は16とかだったら、これ下げないと話にならないですよねっていうことがあるわけなんですよ。っていうこと。あと、よく勘違いされてるのは、私16の正常範囲だからいいでしょって言うんですけど、全然ダメですね。緑内障の場合は、本当に進む人の場合は、1桁にすることもあります。手術でないと1桁までいかないんですけれども、だから7とか8とか、できれば6とか、ぐらいまで眼圧を下げに行こうとか、っていう風にすることもあるので、私は結構眼圧低くて12でいいんですって、12と6だったら6違いますからね。倍違うんで、十分下げてるとは、言わんかなっていうのが正直なところですね。だからこれらの対処法としては基本的な治療ですよ。目薬が不十分であれば強化していく。最大限にしていく。で、あなたに合う目薬も探さなきゃいけない。要は、この目薬が最強なんですかって、目薬最強ランキングっていうのも、別動画であるんで、ちょっと見ていただければと思いますけど、ざっくり言ってルミガンが強くて、他の PG が強くて、ソルタっていうこんな感じなんですけども、ちょっとそれは詳しいのでね、他を見ていただいて。簡単に言って、そのランキングっていうのは平均なので、ある人にはこのお薬は効くけど、ある人には効かないって結構あるんですよ。なので、あなたがこのお薬で下がるか下がらないか見て、下がったら、じゃあこれも追加しようみたいな、こんな感じになりますね。っていう風に目薬のあなたに合ったオーダーメイドの治療がどうしても必要になっちゃう。っていうところがある。結構大変なんですよ。目薬探すの一つとっても。もう一つ、レーザー。レーザー治療っていうのもあります。レーザーをすることによって眼圧をちょっとでも下げてあげると。ただレーザーってあんまり期待しすぎないで、ほどほどの眼圧確保って思っていただいた方がいいかなと思います。もう一個がやっぱり手術。これが最強ではあるんですよね。とりわけトラベクレクトミーという、緑内障手術は、眼圧をガツッと下げてあげて、で日内変動ね、さっき言った寝てる時の眼圧を下げるとか、そういうところもすごい効果的になりますね。三つ目としてが、その他のことって何かないですかって。その他のことって何？これが体のことに関連するものです。例えば、糖尿病があって血糖値が高い。また、糖尿病ないけど血糖値が高めである。これも緑内障を悪化させる因子になります。血圧が高い。逆に低すぎる。これも緑内障を悪化させる因子になります。そんなん関係ないでしょってことはないので、血糖値も正常に保つべきですし、血圧も正常値になるべく持っていった方がいい。薬をじゃあ飲めばいいの？いや違うんですよ。薬を飲まなくてもなるようになるべく生活でやっていただいた方がいいわけですね。さらには睡眠時の問題ですね。もちろん睡眠の取り方とかっていうのも重要なので、またそれもね、いろんな動画出してますんで見ていただければと思うんですけど、睡眠の仕方は重要ですけど、睡眠の時に、クッっていびきかいちゃったりとか、息が止まる人っているんですよ。例えば私の父親って緑内障なんですけど、このいびきかくんですよ。子供の頃からすごいうるさい。すんごいうるさくて寝れないって感じですね。旅行とか行くと大変なんですよ。なんです。なんですけども、まだそういういびきなので、その場合はですね、睡眠時無呼吸症候群がないかどうかをチェックした方がいいです。それはね、耳鼻科とか内科とかの専門施設に行くと調べてくれたりもしますし、いや、私んとこ田舎だからないんですっていうのは、結構ネットとかで簡易検査として、そういうのを
やれるのありますんで、それをちょっと試していただけると、ちょっと怪しいよとかってなってチェックする方法もあります。はたまた、スマートウォッチとか、スマートフォンとかで、そのいびきとかをチェックするの。例えば私のこれね、このフィットビットってやつなんですけど、これ別動画で、これ結構いいですよっていう動画出してるので、ちょっとそれも見ていただければと思いますけど、フィットビットで、やってみると、あと Apple Watch とかでもいいですけど、こんな感じでいびきかいてるよとか、そういうのも分かったりするので、そういう風に睡眠をチェックするっていうのも重要ですね。いびきで、息が止まるんだったら、CPAP とかって言って、寝るときに鼻に、空気をクーって入れて、通りを良くしてあげるような治療をしてあげるのもいいですね。僕の父親とかはやっぱりそういうのをして、どうにか、状態を良くして、それで母親も、近くで寝れるようになったって言ってくれてるんで、とても良かったなって。父親もね、自分ではそんなあんま知らなかったんで、僕が言って、そんなのあんだって言って調べたら、この CPAP っていうのをするようになって、それまで結構昼間眠かったのが、眠さも取れたし、心臓血管にとってもいいことなんで、ちょっとそれは皆さんも知っといていただけるといいかなと思います。結構、いびきかくのっていうのは、太ってる男性ってイメージあるかもしれないけど、痩せててもなります。うちの父親も結構痩せてる方です。顎がですね、ちょっと小さめなんですよ。だから、女性とかでも意外となってたりしますので、パートナーがいる人の場合はパートナーに話聞けるかもしれないですけど、誰もいないって場合は、こういうの調べてもらったりとか、するといいかなっていうふうに思いますね。それ以外にも体の病気、例えば膠原病とか、いろんなブドウ膜炎の炎症が起きるような病気だとか、そういう因子があるんだったら、その治療を別個にちゃんとやっておかなければいけないので、きちんとそういう治療を、リウマチがんだったらリウマチの治療とか、そういうのはお受けになっておかないと、目にとってもやっぱり負担、ダメージを加えてしまうっていうことがありますね。はたまた首に来るような血流が悪い何らかの病気、お持ちの場合はそっちの治療も必要だと思います。これが主な3つですね。これだけでも長いんですけど、ここができて初めて次に行くんですよ。そして次に、サプリメントを取るだとか、運動をするだとか、食事を気をつけるだとか、そういう話になってきます。ざざーっと言いますけど、詳しいのはまた別動画ね、アップするんで、それ見てほしいんですけど、食事で言うとさっき言った血糖値を上げすぎないような食事をする。いわゆる白米とかよりは玄米とかそういうのを混ぜた方がいいですし、甘いものは取りすぎない方がいいです。脂質、油は取りすぎない方が良くて、程よくは取った方がいい。油を取るんであると、オメガ3系脂肪酸とか、そういうのを取っていただいて、いわゆるお魚の油とかを取った方がいいとか。運動は適切に、できれば週3、30分ずつぐらいやっていただけるとより良いかなっていうふうにね。とか、あとは寝るときも、枕とかをあんま低すぎず、きっちりと眠っていただいた方がいいかなと。睡眠時間もできれば6から8時間は取れた方がいいかなとか。あとは不規則ではない方がいいかなとか。夜寝てるときはね、明るくしすぎずちょっと暗くして寝ていただいた方がいいかなとか。こういうのとか、サプリメントで言うと緑内障専門のサプリメントがあったりだとか、マルチビタミンとかルテインとかっていうのもありますんで、それはまた別動画で紹介してますんで、それも見てほしいんですけど、この本にもいろいろ書いてありますけどもね、ぜひぜひちょっとそういうのを見ていただいて、やっていただけるといいかなっていうふうに思いますね。ということで、日常生活をすごいやる。だから、それは他の基本的な治療をした後というかな、同時にやっていいんだけれども、基本的な治療を抜かして食事だけやればいいとか、そういうことはないです。明らかに、治療の方が効果が高いので、そっちをきっちり優先していただいて、眼圧が低いのに悪くなるんですけどって言ってる人の、僕の実感ね、9割5分は、まだやりきれてないよねっていうのが正直なところです。5分の人は確かに、ちょっとなかなか難しいよねって人もいます。いますけれども、9割5分の人は、いや、それはね、まだ治療をやれるとこやってないでしょっていうのが正直な実感ですし、いや、もっとあなたやれることあるよねっていうのが、実感だとするので、できる限りのことをやっていただいて、それでもダメなのかどうかっていうのをちゃんと見極めていただいた方がいいかなと思います。ですから、眼圧いいんですけど悪くなったんですって心配しないで。つまり、あなたにはできることがもっとあるんですよ。だから、しっかりと調べて、しっかりとやるべきことをやって、その上で日常生活自分でもできることをやって、そこまでやれば、もう大抵の人は悪くならないですよ。もちろんね、元がすごい末期とか、もう体もボロボロですってなったらちょっと話別ですけど、大抵の人はなんとか食い止めることできますから、
諦めないでほしいんですよね。もちろんね、準備しとくのは大切ですよ。悪くなった時のための準備。つまり老後の備えみたいなもんで、もし悪くなった時のためにこういうことを準備しようって、これはね、やってくださいよ。それをないがしろにしちゃダメで。なんだけども、絶対にできることはあるし、あなたにもっと良くなってほしいし、悪くならないように止めてほしいので、今日の動画を参考にしたりとか、他の動画もできる限りしっかりとあなたをサポートしてアップしていくので、見ていただければと思います。今日の動画いいなと思ったら、高評価ボタンを押していただければと。あと、コメント欄に、一言で良かったよとかでもいいので、ちょっと添えていただけると、ぜひぜひ皆さんにも広がるし、私の励みにもなるので、ぜひ一言でいいので、コメントを添えていただけると助かります。ぜひ今後とも、あと今日の話長いんで、ちょっと覚えきれないことがあると思うんで、もう一回ちょっと整理させてくださいね。3つ重要なことがあります。1個目は、眼圧は正確ですか？実際はあなたが思ってるのは正確と思ってるかもしれないけど、あなたの角膜が薄いのかもしれない。弾力性の問題があるのかもしれない。そこの補正をしてない限り、その眼圧は正確とは言い切れないってことです。2個目の問題としては、あなたが言ってるのは診療時間内の眼圧だけですよね。じゃあ、それ以外の眼圧が高いかもしれないから、それ調べてみたら話別かもしれないよね。3つ目の問題としては、それ以外のこと、睡眠時無呼吸とか、血圧、血糖とか、体の方は本当に大丈夫なんですか？その問題を解決すれば意外といいってこともあるんじゃないですか？リウマチとか、免疫問題とか、はたまた、ブドウ膜炎、目の炎症とか、そういう他の問題もないですか？そこをチェックしていただけるだけでもだいぶ変わってきますよね。それをした上で、食事、運動、睡眠という基本的なこと。その上でサプリメントとか、いわゆる食べるべき食材とか、食べない方がいい食材。あとは他の動画では上げてますけど、水分の取り方一つで眼圧7上がったりとか。眼圧ね、500ミリのペットボトル1個一気に飲んじゃうだけで眼圧7上がるって動画あるので、それもぜひ見ていただければと思うんですけど、そういう風に日常生活できることを全部やっていただければと思います。ぜひぜひ高評価ボタンぐらい押していただいて、コメントもちょっと残していただけると嬉しいです。今後ともよろしくお願いします。